どうも、花です。いつも通り詰まり修理やっていきます。いつも通り通水確認からスタートです。でね、今回台所が詰まったっていう感じでお伺いしてるんですけども、多分サムネになってると思うんですけど、原因としては台所ではなかったみたいな感じにはなってるんですよね。ただこの時は状況がわからなかったので、とりあえず台所のお水を流してどんな感じか見てる感じです。水は上がってくるけど音はしないって感じですね。台所下の状況です。久しぶりにこのパターン見たなーって、なんか懐かしい思い出になりましたね。少し見にくいんですけど、蛇腹ホースと排水管とのつなぎですね。ここから見る限りは漏れとかはなかったので、とりあえず一安心してる感じですね。この後外回り確認してたら原因が見つかったのでお客様に報告です。すいません。ちょっとご説明できればと思いますので、外の方ってちょっとお願いできますか。まあ、ここが浄化槽で間違いないかなというところでして、で、おそらくここがお風呂とつながってるんですよね。前ってなんかここってお店とかやられたりとかはないですか？で、台所がつながってるのがどうもここっぽいですよね。こう開けるともうタップタップなんですよ。でこれがまあいわゆる詰まっている状態っていう感じで、その先ほど何かお店やられてたかなーっていうのを聞いたのが、ここがすごく気になって、これちょっと開けたままにしてあるんで気をつけてください。よいしょ。ここ開けますね。するとこれがあって、よいしょ。いわゆる飲食店さんとかについてるグリストラップの形状なんですよね。要は油分の分離装置みたいな。油って水に浮くので、こうやって油が今浮いてる状態なんですよね。で水がこの層の下をくぐって、でもう一段油をろ過して、で最後こっちに出して、さっきの浄化槽の方まで行くみたいな。戸建てさんでこれがついてるのって正直初めて見るようなものなので、もともと一軒家ですよね。ほう。ご主人が小学生の時に40年くらい前に建てた家です。やってないですよね。普通の戸建てさんとして使われてる感じですよね。わかりました。とりあえずこれを掃除しちゃいますね。ただもう物がだいぶ古いので、本来であれば多分これが取れるはずなんですよ。このプレートがあって、もう重みで多分ひん曲がっちゃってるような状態で、本来なら多分こうまっすぐな一枚板みたいな感じなんですけど、ただ戸建てさんであればこれはある必要はないのかなっていうところなので、ちょっと状況以下で外そうとした時にバキッていってしまう可能性があるのは大丈夫ですか？はい、承知いたしました。じゃあちょっとこっちを先に取り掛かってみますね。なのでまずは外回りから作業していきます。本当に珍しいです。珍しいというか初めてです。何百件とかって戸建てさんやらせてもらってますけど、なんでついてるんですかね。本当不思議です。なのでちょっと洗剤先買いに行ってはい、掃除しようかなというところで、じゃあちょっとやっていきますね。お客様にご説明ができたので、まずはグリーストラップを流れるようにします。まずはグリストのどういう感じで流れてるか形状確認から作業スタートです。
しい。ここでよくあるグリストラップの解説をしますね。この絵がすごい簡単な絵なんですけど、グリストラップの断面図になるんですけども、青い線が水の流れで、赤いやつが、油分が水より軽いので浮いてるっていう形で、大体こう流れ込みの最初のところにカゴがついてるっていうのが一般的なグリストラップかなっていうところなんですよね。で、真ん中に線が2本引いてあって、これが仕切り板ってよく私は呼んでるんですけど、それが外せるタイプかなと思ったんですけど、今回外せなかったっていう、一体もんだったっていう感じなんですよね。とりあえずなんとなくグリストラップってどういうもんかなっていうのは伝わりましたかね。とりあえずここで現場の花さんにお返ししますね。ここで注意なんですけども、今回は油や泥、いわゆるオデーというものが出てくるんですけども、今回は特例という特例だったので、バキュームとかそういった装備は積んでなかったので、油や泥は回収というか一旦バケツに入れるんですけども、その後の処理についてはお客様の方で処理をしていただいております。この後グリストラップの形状を調べるためにいろいろと腕突っ込んでみたりとかやらなきゃいけないので、腕とか汚れないように浮いた油を網ですくってからスタートしていきます。長い手袋をつけてるので、さっきよりガンガン手突っ込んで実際にどんな感じで流れてるか確認してます。この時の花の頭はさっき絵で見ていただいた、仕切りがあって、その仕切りの下を水が通過してるっていうイメージだったんですけども、どうも違う感じなんですよね。今左腕を入れている第3層と、さっき腕を入れていた真ん中の第2層、その第2層と第3層で深さがどうも違うんですよね。初めて見るタイプのグリストだなーって思ってます。なのでやたらめったバール入れたり腕入れたりとか試行錯誤しながら考えてる感じですね。ああ、そういうことか。ここか。バールでね、こづいたら少しずつ水が流れるようになってきたんですよね。ほんでね、さっきなんか「あ、そういうことか」とかって現場の花さん言ってたんですけど、全然当時思ってた作りと最後お客様にご説明するんですけど、その作りはイメージと全然違ってます。これはもうペラペラだろ。水の中をコン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 叩いているのは、このグリストラップの材質が FRP っていう材質なんですよね。でその FRP っていう材質の特性が紫外線に弱いんですけど、水に触れてる部分は紫外線をあまり通さないので、水に浸かってるところは軽くこづいても壊れないだろうなっていう思いでやってますね。でコン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 やってるうちに少しずつ水が流れるようになってきましたね。すげえ流れてるんだけど、なんでなんでか流れてんだよな。全然形状がわかんない。こっちのマスは台所から来てる単独の排水マスですね。ようやく水位が減ってきましたね。いい感じで水位が減ってくれたので、また油を軽く取ってあげて腕突っ込んで調べていきますね。でなんでこんな腕突っ込んで調べるのとかって話になると思うんですけど、流れたからはい終了とかではなくて、どういう風にメンテナンスすればみたいなお話をお客様にできればなと思ってやってます。どうなってた。どこから水抜けてんのよ。全然わ全然わかんないな。
とりあえずわからないっていうことが分かったので、水を清掃ついでにバーっと流して、この後高圧洗浄を入れるので、その高圧洗浄の水がちゃんと流れるかどうかのチェックを同時に行います。水が上がってこず、しっかり流れるのが確認できたので、高圧洗浄に切り替えます。で、冷静になってたらそうやるはずだったんですけど、ちょっとこの時の花は作業手順的には工程多くなるようなやり方やっちゃってますね。作業結果は一緒にはなるんだけど、マスグリストの清掃をするのであれば、まずはこっちのマスから清掃するべきですよね。結局ここで剥がれた油がさっきのグリストに溜まるだけなので、網でグリストの油を取る作業がもう1個増えちゃうので、まあ時間にしたら1分2分っていう世界なんですけども、まあ無駄な動きになってますね。これが清掃後の台所単独の排水マスですね。ためマスってやつです。こっちのグリストはまだ調べなきゃいけないことがあるので、とりあえずっていう感じできれいにします。とりあえずね。水は流れるようになったので、台所から水が流れるか確認してみますね。流れるは流れるけど、なんかいまいちっていう感じなので、高圧洗浄は入れておきます。この台所単独の配管もかなり油いるんじゃないかと思って高圧入れていきます。ここがすごいのが、ワイヤー入れてコン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 言ってるんですけど、これ明らかに曲がりじゃなくて油がいる音だったので、なんだこれって感じでやってますね。もう出だしから抹茶っちゃな水が出てきてますよね。ワイヤーもね、この時まだ50センチも入れてないぐらいで、ゆっくり手前に引いてきてるとかですね。もうなんかチラチラしてますね。すげえ、なんか黄色。ここからは2発目の高圧洗浄です。さっきはね、まだ50センチぐらい先入れにしてるので、それよりももうちょっと奥に入れて、奥の汚れをかき出していきます。がね、結構でかいですよね。ってなると、本当にこの缶の口近くから油をちょっとずつ引き剥がして回収しないと、高圧洗浄してるんだけど詰まるっていう変な状況になることがあるんですよね。これで3回目の高圧洗浄ですね。でこのシーンで面白いなって思うのが、やっぱり缶の脇と缶の上に油が形成されていくんですよね。ここから4発目の高圧洗浄ですね。この辺から出てくる排水の色が黄色みがかった、さっきの茶色というよりかはどちらかというと黄色っぽいような色になってきたので、そうなってくると結構砕けやすいので高圧洗浄はしやすくなってきてますね。
個人的にはね、大きな油が出てくるのも、楽しかったりはするんですけど、一番はね、このぐらいの油がガラ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 って出てくるのが好きなんですよね。って言っててね、2ヶ月後ぐらいにはやっぱでかいのでしょとかって言ってることもあります。ここからはね、仕上げの高圧洗浄になります。出てくる排水の色もね、かなり透明に近づいてきてるので、いい感じに油落とせてるんじゃないかなと思います。かなり良さそうですね。台所のトラップの中も一応確認しておきますね。まだこの辺りは清掃できてない箇所なので、それなりに汚れがあるっていうのは間違いないんですけども、外が詰まり方だとトラップの中ってどんぐらい汚れるんだろうなと思って、清掃ついでに状況の確認もしておきます。この蛇腹ホースとトラップのもうパッキンだけしかくっついてないんですけど、すんごい硬くて少し苦戦しましたね。あ、取れた。トラップの内部状況ですね。汚れてはいるけどそこまでって感じですね。蛇腹ホースの状況も思ってた以上に綺麗だなーって印象です。これがトラップを洗ってきた状況ですね。綺麗になりましたね。蛇腹ホースの状況もいいですね。ここからはお客様とご一緒に台所の排水管の中を見ていきます。これが台所に向かう排水管の状態で、ちょっと入れていきますね。油の付着状況と、缶の中水が溜まってるかどうかが見れればなっていうところではあるんですけども、すぐにちょっと水が溜まってる感じがあるのと、ここを入れてってあげて入れて、また曲がって曲がってを繰り返して、そうですね、この辺も少し水が溜まってる感じがあるかなっていうところで、こことかそうですね、水がちょっと溜まっちゃってる。でここが食洗機とのつなぎの配管のところですね。赤くなってるやつが、築何年ぐらいでいらっしゃいましたっけ？40年ぐらい。40年ぐらいであればやっぱ空いた勾配不良って呼ばれるんですけども、水が溜まっちゃうのはあるのかなっていうところではあるんですよね。でこの先がもうすぐ台所の立ち上がりの配管なので、とりあえずは油とかは除去できてるかなっていうところではあるので、あとは通水確認していきます。一番最初もうちょっと流してこの縁ぐらいまでは溜まっちゃうんですけども、正直ちょっとここの水が上がってくる感じも位置的には少し高いかなっていう気はするんですよね。ただ缶の中は油がもうないのとは確認できてるので、あと考えられるのは少し勾配不良で水が溜まってたところ、ああいうのがちょっと悪さしちゃってるのかなっていうところですね。特にこうやって息継いで流れ方ですと、いわゆるダブルトラップみたいな状態になっちゃって、勾配不良のところで水がいっぱいになって、でここにも水がいっぱいになって、今必死に空気を取り込めながら流れようとしているような感じじゃないかなとは思うんですけど、ただもともとはもうあれですか、ずっと洗い物とかしてるとこっちまで溢れてくるぐらい。そうですね、最近は。そうですよね。これが今の配管のこの状況でベストな流れ方っていう感じにはなりますので、とりあえずこれで台所は終了になります。はい、ありがとうございます。最後にお客様に状況を説明して作業終了となります。やっと全体像が分かりまして、まずここがお台所の
排水の1番目のマスで、これも綺麗にし終わって、でこれが例の謎のグリストラップみたいなやつなんですけども、結局最初お伝えしたような感じで、ここが第1層になって、で第2層になって、でこれが下行って、でなんて言うんでしょう、プレートがこう L 字型になってるんですよ。の L 字型のこの下の平面のところにこうポン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 って穴が開いてるんですよね。要はここのラインですね。これが縦のところでこうなっているような感じで、で穴がポン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 って等間隔に開いてるような感じで。はい、割り込み失礼します。今の説明で分かりましたか？現場のハンさん何言ってるか分かんないよっていう方にちょっとご説明しますね。っていうかあれは多分現場の話しか理解できてないんじゃないかなと思ってご説明できればと思います。また簡単な図を用意したんですけども、簡単に言えばこんな感じなんですよ。また汚ねえ絵と汚い字とで申し訳ないんですけど、左から水が流れてきて第1層第2層第3層っていう形になってて、赤い丸がさっき言ってた等間隔に穴が開いてるっていう穴なんですよね。でこの穴自体が小指も通らないほど小さな穴で、等間隔にポン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 って開いてる感じだったんですよね。今回の詰まりはそこの穴に油とかいろいろ詰まって水が流れないっていう感じでしたね。ただこのパターンで問題なのは、この穴が開いてるところの仕切りが取れないんですよ。どこの仕切りも取れないんですけども、そうなってくると清掃的な意味で言うとすごい大変かなっていうところではあるんですよね。特にこの L 型の下の空間に入っちゃったゴミとかはどうやってかき出すのっていう感じにはなってきちゃうので、そこがお客様にどうお伝えするかっていうのが難しいところですよね。それでは現場の花さんに一旦お返しします。で今回その穴が詰まってて、こっち側が全部詰まってたような感じなんですよね。でその穴っていうのも本当小指が入らないとかそういう感じの穴が無数に開いてるぐらいなので、ちょっと詰まりやすい部分ではあるかなっていう。ただどうですか、築何年ぐらいでいらっしゃる？40年とかでこことかは特に変えてないですもんね。書いてないです。完璧にこの下のところのヘドロ、これがヘドロだったんですけども全部が全部取り切れたわけではないんですけども、できる限りは取ったんですよね。ってなるとまたそのヘドロがたまるまでの間はしばらくは大丈夫じゃないかなとは思うんですよね。これは本当に初めての機会だったのでお時間がかかってしまったんですけど、これが取れた油とそこにいたヘドロなんですよね。再三のご説明になっちゃうんですけども、戸建てについてたさっきのやつってグリーストラップになるんですかね。再三のご説明になるんですけども、今回のおでに関しましてはお客様の方で処理をしていただいております。あと動画ではカットしちゃってるんですけども、お客様の方で詰まった時に簡単に詰まりが抜けるような説明もさせていただいております。本当に今回は珍しいというよりか初めてのパターンなので、戸建てでグリーストラップのようなものを設ける理由が分かる方いらしたらコメントとかでぜひ教えていただけると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、いいね、Twitter フォローよろしくお願いします。じゃあねー。